優勝争いちょっと見ていこうと思いますが、はい、現在単独で青錦、そして2敗で大関の霧島、それから平幕ですが琴恵光に高安、笑顔で相撲をつなぐ相撲界のビッグスマイル、天海鵬さんです。どうぞよろしくお願いします。連日暑いですが、暑いですね。お変わりなさそうですね。いや、そうですね、もうおかげさまで元気で、ちょっと焼けてます。そうですね、ちょっと息子のラジオ体操行ってそうですか、ラジオ体操第1、第2と早起きです。そうですか。はい、ご本人も体操するんですか？体操します。もう誰よりも頑張って。そうですか。今日はね、また面白い話がたくさん聞けると思いますが、ありがとうございます。さて、ぜひよろしくお願いします。優勝争いちょっと見ていこうと思いますが、現在阪神どこかを痛めているのかもしれませんが、テーピングなどは全く見られません。本来もう少し押して攻めてというそのあたりを期待していましたが、3勝8敗の成績。朝白龍もまだ腰の状態があまり良くないのかもしれません。左四つに組みました。上手は先に朝白龍です。今日もちょっと一馬の方が勝手の悪いこの組み方です。しかし朝白龍も今場所なかなか攻めることができません。出し投げで崩しましたが、ちょっと呼び込んだか。攻めきれない一馬。ここで上手を引いて左四つがっぷりという体勢です。この一馬の上手は2枚ぐらいでしょうか、指が通っています。なかなかこれは切れない右の上手、伸びてきてはいますが、一馬は逆に朝白龍の上手を切りたいところですね。出ていくのは朝白龍、ここはしのぎました。重い腰、頭を沈めていきます。それを起こそうという一馬ですが、ちょっと残せません。いや、本来こんな状態の力士ではないんですが、3勝9敗となりました。朝白龍はなんとかしのいで5勝7敗です。どちらも天海鵬さん、もう一つ決め手がないという、そうですね、なんかやっぱりこう星が上がってないだけにちょっと高いんですね。一生懸命、いい一番だったと思います。それぞれ怪我があったり苦しいところはあるかもしれませんが、終盤に入ってきて疲れも溜まってきていると思います。なんとか朝白龍の方はしのいで5勝目を挙げました。東の前頭12枚目、一馬西の前頭15枚目で9敗となりましたので、来場所は僧帽筋というね、首の後ろのところの筋肉がものすごいですね。ものすごいですね。さあ、今日は阿炎との対戦で過去は1対1です。制限時間いっぱいです。行司は木村朝之助に変わりました。朝紅龍と同じ高砂部屋の行司です。左に動きました。朝紅龍7勝目を挙げました。当たっていくと見せて少し左に動いたように見えました。これは天海鵬さんどう見ますか？まともに当たっていくような感じに思わせたところがまたこの作戦の一つだったのかなというふうに思います。右手を出しての立ち合いだったですね。そうですね、右手を出して相手がですねもろ手で来るところをうまく左に変わってですね、も強いんで、これから本当楽しみな関取の一人ですね。そうですよね。1メートル92センチで164キロという均勢も取れています。大青山5勝6敗、
東の前頭16枚目ですから、終盤幕内にとどまるために大事な相撲が続きます。変わりました、珍しい。ここは大青山見ていきました。御嶽海、まわしが取れていない状況でちょっと巻き替えに行きましたが、下手をまず切りました。そして右からの押っつけです。大青山が上手を取っています。向こう側、大青山も慎重です。左からこう起こしていきたいところですが、なかなか動きがありません。御嶽海の右からの押っつけ、だんだん大青山の左がかいなが返りかけています。下手を切りながら出ていきました。寄り切りました。大青山の勝ちです。向こう側、御嶽海の取っていた下手を切る動作がありましたが、切れたかどうか分かりませんが、そのまま大青山が寄り切りました。6勝6敗5分に持ってきました。慎重でしたね。どうだったんですかね。そうですね、一気に、御嶽海も重いんだと思いますが、そうですね、圧力かけてるからですね、肩落として、それは押せなかったっていうのもあると思うんですけども、これ下手を切ってで、やっぱり出ましたね。この角度見やすいですね。相手の下手を切りました。すべての場所で対戦がありました。朝乃山が3回とも勝ちました。右から起こしての攻めでした。だから獅子はまだ朝乃山に3回対戦して勝ったことがありません。今日は行司は式守鬼一郎に変わっています。ちょっと合いません。多少呼吸がずれましたが、右四つ朝乃山の形になりかけていますが、ただ獅子も上手を取りました。がっぷりの体勢、力比べで下手投げ、獅子が勝ちました。獅子10勝目、そして朝乃山4敗となって優勝争いからはかなり後退してしまいました。いやー、獅子も、先に上手は取られましたが、左の上手取り返して、いやー、天海鵬さん、力強さありますね。そうですね、なんかこう朝乃山も十分だったんで、こう朝乃山の形から今あえてですね、朝乃山をひっくり返しましたね。これ左から押っつけて、先にもう朝乃山は上手をこれ取っているんです。からですね、これ取りましたね。腕も長いし、ここもですね、朝乃山のこの形といいますか、上手引きつけてですね、ただこの右からのこの下手投げの、この力、そしてこの腰の開き、今勢いがありますね。そうですね。どうですか、この藤涼河の良さは。やっぱりこの前に出てからのこのですね、もう圧力といいますか、もうこの根こそぎ持っていきそうな、持っていくような出足の良さ、動きもいいですし、本当にこのどこまで番付上げるんだろうと楽しみなそうですよね。今土俵下には高安、尊富士という2敗の2人も入ってきました。今日2敗同士の対戦があります。さあ時間です。突っ込んでいったのは錦富士、ここは止めました。藤涼が勝ち越しが決まりました。気合が顔にまだ残っています。
今日ちょうど通算100回目の出場の藤涼河ですが、白星で飾りました節目の日です。勝ち越し。まだ入門から1年半という大いちょうを言うことはできませんが、立ち合いから一気のですね一騎打ちの攻めだったと思うんですけども、藤涼がここでですねもうやっぱり相手いなしたりとか引かなかったのが良かったですね。やっぱり前に押し返そうとしたところが、ああいうふうに左からの突き落としにつながったんだと思います。ここしのぎましたもんね。そうですね。ここだとだんだんはたきたくなるんですけどね、相手が突っ込んでくるとですね、顔もちょっとこわもてですけど、それでも人気の力士です。この IG アリーナ、翔猿への声援も飛んでいます。行司は木村要之助。踏み込んでいったのは大野勝でした。引きました。突き落としました。左でははたいていましたが、翔猿勝って4勝8敗、大野勝2勝10敗となりました。ちょっともう左の足あまりよくありませんからついていくことができませんでした。決まり手ははたき込みです。なんか翔猿踏み込んでないですね、あんまり。今完全に受けましたもんね。そうですね、見て立ちました。なんかこう塩まく時にはなんかすごい行くぞみたいな感じで言ってて、もうそこからもうなんかこう走っても速いでしょうね。速いでしょうね。高安の腰の重さという話がありました。武富士は確かにもう膝から下の例えばふくらはぎあたりもそんなに大きく発達しているわけではないんですが、それでも出足があります。さあ2敗同士、楽しみな一番です。2敗でいれば、現在1敗力士が青錦1人ですから、十分に逆転優勝の可能性も出てきます。動きました。突き落としました。武富士が勝ちました。高安3敗となります。いや、これは考えていませんでした。高安もここは計算にはなかったでしょうね。そうですね。まさかこう武富士がですね、立ち合いから変わるのか。でもこういうのを見せるとですね、本当にこう武富士もこういうのがあるんだと、なんか相手をまたこうね、一つの作戦になるというかですね。ただそうなんですよ。当たって上手をちょっと引いたというか、上手に手がかかっていますね。そうですね。決まり手上手投げとなったんですかね。いずれにしても高安はこれ、勝ち上げていこうとしましたが、右から勝ち上げたんですね。そうですね。確かにそうですね。本当だ。これ左からだったら上手かかってたんじゃないかなとか思いますけどね。どうなんでしょうね。そうたらればですけど。左勝ち上げて、なるほどね。正代ということで。その2人は熊本に縁があるということで。そういうことですよね。解説は天海鵬さんね。玉名市出身です。かつては天水町ですかね。玉名郡天水町と言っていました。正代4勝7敗というギリギリのところです。途中今場所左の肘を痛めてしまいました。正代も令和2年の秋場所の優勝力士です。金峰山の腕が伸びます。一方的になってしまいました。今場所は突きで攻めておいて差しに行くという相撲を取っている金峰山、7勝目です。金峰山、金峰山、金峰山、いろんな読み方があって非常に難しい。もろ手の位置を変えてるのかわからないですけど、なるほどね。うまくですね。やっぱり顎の下に持っていったっていうところが、正代用の
もろ手と言いますか、はい、正代が今日は左肘のサポーター2回とも宇良が勝っています。金峰山、そして宇良と木瀬部屋の力士が続きますが、木瀬親方は肥後の海、そして今日解説の天海鵬さんの師匠が尾上親方で、浜野島、ね、2人日大からの同期生、で三保ヶ関部屋でしのぎを削ったという2人です。木村明次郎が合わせるこの一番、宇良が右は入りましたが、狼が得意の上手を引きました。じっくり出ていきます。しかし宇良がしのぎましたが寄り倒しました。その前に宇良の右足が俵を割りました。勝ったのは狼雅です。宇良負け越しとなりました。あそこでもう狼雅に上手をがっちり引かれると、なかなか宇良の技も発揮できなかったかもしれません。今日狼雅の相撲力強いですね。そうですね。もうやはりこうなればね、この上手を引けば狼雅の相撲になってきます。なんかこう呼び方といいますか、まずその五郎、そして天水町出身なので、天をやっぱ使いたかったっていうのもありますし、なんかそういった鎧ね、天海鵬の会父親のこの案です。さて土俵、欧勝馬、千代翔馬という2人の対戦が時間です。幕下以下にも6人ほど上のしこ名に馬がついた力士が今います。左で張ってもろ差しになりました。形は作ったのは千代翔馬ですが、足を払いながら左から下手投げです。千代翔馬勝ちました。五分に失礼しました。4勝8敗となりました。欧勝馬敗れて5勝7敗です。今日は立ち合いで張り差しが効きました。張ってもろ差しの体勢を作りました。木村元基が勝ち名乗りです。今場所3番目に個人としての懸賞の数が多いのが欧勝馬がいてしまいました。左うまいですね。うまいですね。もう張ってからですね、もう入ってからで投げる時もですね、やっぱりこう足を押さえてるっていう、技術的なものもそうですね。見事な左からの下手投げでした。今場所まだ白星が実業団チームに入ったんですが、ちょうどコロナの時期で試合もそれから稽古も、ほとんど試合はもう軒並み中止になって、このままではもう相撲が取れないかもしれないということで藤島部屋の門を叩いたというふうに聞いています。そうですね。ありましたしね。やりました。さて制限時間いっぱいとなりました。両者の対戦は初めてです。実勢運はやはり動きを止めて捕まえたいところだと思いますが、引かれました。勝ったのは大栄翔。藤星雲左の前回しを取りに行きましたが、その瞬間の引きでした。7勝目を挙げました大栄翔。藤星雲は6勝6敗です。足を求めたんですがね。そうですね。取ったの早かったんですけども、途中ですね、この切りに行かれたというか、うまくですね、腰を引いて肩を押さえ、肩の二の腕あたりですかね。上から押さえて切りました。うまい切りもさすがこのベテランですね。そうか、もう大栄翔もベテランと言われるようになりましたかね。32歳。でもまだまだですね。今年42歳ですからね。そう、11月にはね、42。天海鵬さんも今年中に42ですもんね。なかなかできないですよ。狙ってできることじゃないですし、やっぱこう一日一日の積み重ねといいますか。本当ですね。さて土俵は一山本に若元春という、若元春もこのところちょっと本来の力が発揮できない状態が続いています。腰の状態。
もろ手突きから一山本、出ていったのは若元春でした。よく一山本の突きを下から外しました。これで若元春五分に戻しました。 6勝6敗、一山本が5勝7敗となりました。本来左四つで力を発揮する若元春ですが、まだね体調があまり良くない。どうですか今日の相撲。そうですね、一山本がですねもろ手でいってこの、押し出すんかなというような一番だったんですけども、若元春がですねうまく下からあてがって、一山いるんだろうっていうような相手を考えさすだけでもうやっぱ作戦勝ちですから。ですから豪ノ山の方はね、もう頭から当たって一気に行きたいところですが、そういうのがたまにあるから考えてしまうかなと思うんですよね。10割でいけなくなるんですよね。なるほど。さて5勝6敗同士で2人とも役力士との対戦が終わっていますので、来場所の三役昇進、新三役昇進を目指している2人です。式守勘太夫が合わせます。まともでした。すくい投げ、藤の川勝ちました。刺身の良さ、豪ノ山の出足も利用しました。豪ノ山はもう一気に持っていこうという相撲だったと思いますが、藤の川の刺身立ち合い、見事に右、左も入っていたかもしれませんが、右からのすくい投げです。切れ味ありましたね。そうですね。そうですね、相手よりやっぱりこの右を差してっていうところの相撲だったのと、やっぱり豪ノ山としてはですね、あえて一発で持っていきたいっていうのを、藤の川としても一発で持っていきたいだろうなと思って相撲を取ってると思うんですよね、多分もう。なるほど。相手がですね、やっぱり立ち当たってからの圧力、豪ノ山強いですから。隆の勝も西の前頭筆頭ですから、三役に返り咲く可能性は十分にあります。行司が木村寿之介に変わっています。踏み込んだのは白の富士でしたが、突き上げた隆の勝、右の土道はすごい押し出しました。圧倒しました。白の富士の勝ち越しはお預けとなりましたが、隆の勝6勝6敗、この右の伸びがすごいんです。隆の勝の右の強さ、これはもう完全にのど輪で起こされました。どう見たらいいですか。そうですね、もうやっぱり隆の勝のですね、体を残すので精一杯で、でまたこの外れないんですね。こうはまってるんで、白の富士としても左から止めてしまえばですね、白の富士の形かなと思ったんですけども、こうなるとですね、やっぱりのけぞらせるまでいったらもう隆の勝のやっぱりこれだから時間前に立ってしまうと土俵下にまだ入っていないという状況になってしまいます。そうですね、確かに最近ね、時間前に立つ相撲がまずなくなってしまいましたので、平戸海と吉野富士です。平戸海がもう意外な成績ですが、1勝10敗、攻めてはいるんですが白星に結びついていません。吉野富士5勝6敗です。時間です。まともでした。右が覗いて肩透かしに行って吉野富士、今度は離れましたが、体が入れ替わりました。平戸海ようやく2勝目。吉野富士もなんとかあそこをしのいで、背中をしのいで右が覗いていけると思ったところだったと思いますが逆転です。吉野富士5勝。立ち合いもですね、本当に両者
ね、互角と言ってもいいぐらい当たってたんですけど、ね、これ平戸海本当に星上がってないのかなって思うぐらいかなり動きも良くてですね、はい、そうなんですよね、はい、吉野富士としては体は入れ替えました。そうですね、ここで突っ張りに変えたんですね、あそこからね。そうですね、あそこで早く決着をしようという動きではないですかね。まあそういう意味では今日の琴勝峰戦、まずはどういうふうに切り抜けていくか。その先にはまだ霧島との対戦もありませんし、それから熱海富士ともおそらくいっぱいになってきました。木村晃之助が合わせます、両者の一番。引いてしまいました。王鵬もちょっとどこか状態が悪いんでしょう。王鵬らしさが全く今場所はありません。美ノ海しのいでこれで5勝7敗としました。天下表さん、はい、王鵬がね今場所はまあ全くいいところがないですね。何かこういつもと違う感じが、ね、はい、あるんですけど、本人もその、絶対言わないですけども、そうでしょうね。やっぱ何かしらですね、はい、こう調子の悪いところがあるんじゃないかなと思います。はい、ただ美ノ海は力水をつけることができますね。ただ負けた片屋の方は控えている力士が力水をつけますので、今次に取り組みにある琴勝峰が琴恵光の力水をつけました。この思考の間、熱海富士は待っていなければなりません。そうですね。そうですね。あと拍手体というか横からの攻めですね。さて9勝2敗琴恵光と8勝3敗の熱海富士、制限時間いっぱいです。左四つになりかけて出ていくのは熱海富士ですが、引いてしまいました。上手を取りました。これで腰立ても取った。まわしは伸びましたが体の差があります。攻め切ったか。いや、土俵際はどうでしょうか。軍配は琴恵光に上がりました。微妙です。物言いです。宮城内のこの館内のざわつきようにも見えましたが、これですね、本当あと少し、微妙、とっても微妙ですね。今競技が終わりました。浅香山審判部長です。説明いたします。行司軍配は琴恵光に上がりましたが、熱海富士の体が出るのと琴恵光の体が落ちるのは同時ではないかと物言いがつき、協議した結果同時と見て取り直しをいたします。いいですね。これはまあ仕方がないですね。軍配は琴恵光に上がりましたが、琴恵光も肩の方から落ちていきました。そして熱海富士も左足が俵を割りました。取り直しとなりました。いや、お客さん盛り上がります。ですから、四つに組んで相撲を取るだけでも大変です。最初の相撲もかなりの熱戦となりました。取り直しの一番。熱海富士の出足、これはもう一方的でした。いやー、これはどうしようもないという琴恵光の表情です。琴恵光3敗となりました。熱海富士も9勝3敗。これはもう構わずブルドーザーですね。そうですね。やっていきました。やはり軍配もらってなかったんで、そういった部分も含めて、あとやっぱり先ほどすっごい仕掛けて動いてた琴恵光がですね、やっぱり肩で息してたのもありますし、熱海富士ですね、こんな体大きいですけど全然バテてないですね。確かにそうだ。やっぱりこの心肺能力の強さ、稽古何番やってるんだろうと思わすような、自分が相手だったら本当これ疲れてないのかなと思いますけどね、こんだけ大きかったら。霧島ももう
この場所綱取りという大きな焦点があります。このまま13勝2敗優勝ならば横綱昇進という声も上がってくる可能性はありますが、そのためにはもうまずはこれまで勝てていない大の里を倒していかなければなりません。さあ青錦です。単独先頭。懐の深い琴勝峰戦、過去は琴勝峰2勝で青錦1勝。受けました青錦、まだ回しが取れない。勝ったのは琴勝峰でした。ちょっと足の状態がよくありません。10勝2敗となってもう1敗の力士もいなくなりました。土俵下の霧島の表情は変わりません。相当足悪いですね。そうですね、痛そうですね。もう土俵下に降りるのもかなり左足をかばいながら降りました。何かもう無理はしない方がいいかなという気にもなるこの青錦の姿です。調子悪いにしても、ただこのうまくですね琴勝峰が相手をですね突き放して攻めてたっていうのはやっぱりうまさは琴勝峰が良かったと思いますし、痛さもあると思うんですけども、ここはですね琴勝峰の攻めを褒めるべきじゃないかなと思います。右からのいなしが効きました。これではちょっと青錦を残すことができませんでした。これで優勝争いがますます混沌としてきました。そうですね。ただね、目の前で青錦が敗れて現時点では2敗で並んでいる霧島が今日結びで大の里戦、大の里も5敗していますので、優勝の可能性はもうなくなったと言ってもいいと思います。豊昇龍が右の膝にね、そして今日は斜めにテープをしてきました。制限時間いっぱいです。カド番なんとか抜け出したい琴櫻、12日目。対戦相手横綱豊昇龍。上手から出し投げ琴櫻、7勝目を挙げました。豊昇龍も5敗となりました。土俵際左の上手に手がかかりました。これで琴櫻あと一番、勝ち越しカド番脱出にはあと一番となりました。昨日もちょっと攻め込まれながらの、上手を取っての勝ち。今日もなんとか左手上手にかかりました。今日解説は天海鵬さんですが、どう見たらいいんですかね。そうです。腰の重さといいますか、土俵際に残ってからは本当に残りますんで、大関ですね。ただそこにうまくですね上手がかかって、ちょっと横綱としても表情が見せるようにちょっと出過ぎたかなという感じだったんじゃないでしょうかね。これで現時点では両横綱が5敗という状況となってきました。さあ結びの一番を迎えます。大体大の里が敗れるというのはこの2つのパターンで、攻め急ぐか引いてしまうかというこのどちらかです。横綱としても6勝5敗の成績は全く当然満足もしていないでしょうし、いただけない成績ですから、何としてもという思いは大の里にあると思います。
さあ制限時間いっぱいとなりました。今日10勝2敗としたのが獅司に武富士という平幕、さらに青錦が敗れて10勝2敗となっています。現在9勝2敗霧島。さあこの大きな霧島にとっての関門、ここをくぐり抜けて横綱昇進への夢をつないでいけるかどうか。わずかに呼吸が合いませんでした。とったり霧島が勝ちました。11回目の対戦で初めて大野里を破りました。右を差してきた大野里、いやこれがありましたか。すぐに体を開いての左からのとったりです。ちょっと客席がどよめきというか歓声ではなくて妙な雰囲気になりました。霧島夢をつなぎました。10勝目、初めて大野里を破りました。展開を、はい、どう？いやそうですね、横綱立ち合い圧力かけてましたし、はい、もう霧島としてはですね、ちょっと狙ってたのかなって思うような、やっぱりこう右ねじ込んでくるだろうというふうな、はい、頭に入れてですね、はい、ちょっと左変わってますもんね。左動いてますね。やっぱりこう左を動くことで相手をこう刺させようとしてたのか、誘い込んだのかですね。これですね、入ってここのとったりに行くというよりも左に回り込もうという意識は強くなってきました。そうですね。誰と誰がね。だからね、2敗同士の対戦が当然組まれるんだと思いますがね。はい、2敗が現在4人、いや5人か、4人ですね。4人います。土俵上は上戸の弓取式です。立浪部屋、最後の競り上がり。霧島に代わっての弓取式で西方に下がります。失礼、東方に下がります。勝った霧島の片屋です。さあ、大きな一日となったと思いますが、12日目の取り組みがすべて終わり、弓取式が終わりました。打ち出しは5時59分です。さあこの後は天海鵬さんの選ぶ今日の一番、こちらもたっぷりと振り返ります。